FP 丸×クイズ新NISA基礎編第1問。新NISAは旧NISAの制度、一般NISA積立NISAと併用することができる。新NISAは旧NISAの制度、一般NISA積立NISAと併用することができる。それでは正解です。正解は丸。旧NISAを今まで利用していた方は、すでに利用している非課税枠はそのままに、新NISAの新しい非課税枠を使用することができます。早くから旧NISAを使っていた方はお得となります。第2問。今までの一般NISAとは年間120万円 ×5 年間、積立NISAとは年間40万円 ×20 年間まででしたが、新NISAはトータルで1800万円まで非課税枠を利用できる。今までの一般NISAとは年間120万円 ×5 年間、積立NISAとは年間40万円 ×20 年間まででしたが、新NISAはトータルで1800万円まで非課税枠を利用できる。それでは正解です。正解は丸。新NISAの非課税枠は年間360万円まで投資をできて、トータルでは1800万円まで利用することができます。なお、新NISAの年間360万円は、さらに積立投資枠120万円まで、成長投資枠240万円までで、投資対象商品を買えることもできます。第3問。新NISAは購入した商品に含み益が出た場合は、含み益の分はトータル非課税枠1800万円分から差し引かれる。新NISAは購入した商品に含み益が出た場合は、含み益の分はトータル非課税枠1800万円分から差し引かれる。それでは正解です。正解は×。含み益分は非課税枠1800万円には含まれません。例えば、非課税枠で100万円分購入し、含み益で150万円となった場合、残りの非課税枠は1700万円です。含み益の50万円分を含んで、非課税枠1650万となるわけではなく、含み益の50万円分は、非課税枠には含まれることなく、1700万円の非課税枠のままとなります。第4問。1800万円の非課税枠は、1人当たり一生で1800万円までで、利用した非課税枠分は今後は利用できない。1800万円の非課税枠は、1人当たり一生で1800万円までで、利用した非課税枠分は今後は利用できない。それでは正解です。正解は×。非課税枠1800万円分は何度でも利用できます。非課税枠は1800万円の上限がありますが、例えば200万円購入した場合は1600万円になります。その後200万円を売却したら、非課税枠は改めて1800万円までとなります。第5問。非課税期間は、旧NISAは5年や20年でしたが、新NISAは期間の制限はなく、恒久化されたため、実質無期限に利用できる。非課税期間は、旧NISAは5年や20年でしたが、新NISAは期間の制限はなく、恒久化されたため、実質無期限に利用できる。それでは正解です。正解は丸。設問の通りです。新NISAは
利用期間に期限がないため、自分のペースで購入も売却も金額も好きなタイミングで使うことができます。なお、年間360万円までという縛りはありますので注意してください。第6問。新NISAは積立投資枠と成長投資枠の大きく2種類に分類される。新NISAは積立投資枠と成長投資枠の大きく2種類に分類される。それでは正解です。正解は、○。新NISAは大枠として積立投資枠1800万円とその中に1200万円までの成長投資枠があります。なお、積立投資枠は旧積立NISAの対象ファンドが買えます。その1800万円の中から1200万円までの成長投資枠は旧積立NISAの対象ファンド以外でも購入可能となります。第7問。新NISAの成長投資枠は日本や米国の個別株などの購入を年間240万円まで利用することができる。新NISAの成長投資枠は日本や米国の個別株などの購入を年間240万円まで利用することができる。それでは正解です。正解は、○。新NISAの成長投資枠は自分で自由に購入株式を選べます。なお、レバレッジ商品や債券 ETF など一部購入できない商品などもあります。また、成長投資枠は年間240万円まで、積立投資枠は年間120万円までとなります。両方を合わせて年間360万円までとなります。第8問。新NISAでは国が定める投資商品などに投資をすれば損をすることはない。新NISAでは国が定める投資商品などに投資をすれば損をすることはない。それでは正解です。正解は×。NISAは損をする場合もあります。たとえ国が定めた投資対象商品であっても必ず安全というわけではなく、投資商品がそもそも値下がりをするなどの場合は元本を割るイコール損をすることもあります。第9問。NISAの正式名称は少額投資非課税制度である。NISAの正式名称は少額投資非課税制度である。それでは正解です。正解は○。NISAは日本インディビジュアルセビングスアカウントの略称で、英国の個人貯蓄口座 ISA をモデルにした日本版 ISA で、正式名称は少額投資非課税制度と言います。第10問。旧NISAでは損益通算できませんでしたが、新NISAは損益通算ができるようになる。旧NISAでは損益通算できませんでしたが、新NISAは損益通算ができるようになる。それでは正解です。正解は×。損益通算に関しては新NISAになってもすることができません。なお、損益通算とは同1年分の利益と損失を相殺することです。上場株式等の投資を行って利益が出た場合は税金がかかりますが、一方で損失が出た場合には利益から差し引いてその分だけ税金を減らすことができることを言います。お疲れ様でした。新NISAや学校では教えてくれない FP の勉強。引き続き頑張りましょう。
免責事項。本動画の解説が各種法令、規則、規定などに則して、または学術理論的検定試験的に誤りがあったとしても、それが原因で生じた損害については保証いたしかねます。また、実務での作業や各種試験での回答は、ご自身での判断のもと自己責任でのご対応をお願いいたします。本チャンネルに登場する個人名団体名は実在する個人団体とは一切関係ありません。フィクションです。